はい、こんにちは。今日はね、シーリングファンやっていきたいと思います。お家の天井にでっかい扇風機をつけたいということで、行ってみましょう。まず、シーリングファン本体はすでに作ったものがあるので、これを使います。まあ、ただの飾りなので、物自体は適当なプロペラをつけただけなんだけど、これをモーターにくっつければ、回りますね。早い話、これを天井にくっつければ完成って言いたいところなんだけど、ちょっとこれ回転が早すぎん？ってことでね、今回はこのシーリングファンをモチーフにして電気系の仕組みをいくつかやっていこうってな趣旨になってます。とりあえず実験装置としてはこんな感じにしといて、まずは減衰器、電気の力を意図的に落とす機構ですね。ここで使うのがコンデンサー。今回の機構の場合はバッテリーでもどっちでもいいんだけど、コンデンサの方が予備がいっぱいあるんでね、こいつをいっぺん空っぽにしといて、配線の途中にくっつけると、さっき 400rpm くらいやったのが130くらいにまで落ちてますね。これはバッテリーの電力がコンデンサー2つに食われてて、これによってモーターに届く電力が弱まってるってな理屈になってます。出力が3分岐してるわけなので、3分の1くらいになってるのかな。ただこれコンデンサが満タンになると分岐しなくなるので、コンデンサからの電力をまたバッテリーに戻せば、これで分岐した分が入力に戻るので、電気の無駄もなくなりますね。一応これで減衰の機構としてはうまくいってるんだけど、もっとスピードを落としたいかなってなところで、コンデンサをもう一個くっつけると、回転が100くらいまで落ちました。さらにくっつけると90くらいまで落ちて、このくらいがちょうどいいかな。ちなみにこれ実験装置としては適当なプロペラで負荷をつけた装置を使ってるので、コンデンサの数で正比例はしてないんだけど、こうやって分岐の数で減衰の調整ができるって結果としといていいでしょう。よし、減衰器自体はこれでいいとして、とりあえず直接レーザーで動かしてみると、ちゃんと動きますね。ただこれだと電力が弱すぎるってのと、レーザーが当たってる間しか動かないんだけど、これは前回すでに解決法まで分かっているので、とりあえず材料を集めてきて、じゃん、前回作ったリモコン用のパネル、これだと一旦スイッチオンにするとメイン電源からの電流で動いて、オフにするまでの間回り続けますね。機能としてはこれで全然 OK なんだけど、これは一旦置いといて、もっと便利に改造します。次、レーザーセンサー。
人がいるのを検知して自動で回るようにしたいって話なんだけど、今度はレーザーが当たらない状態の時だけオンになる仕組みを作ります。これはトランジスタの反転式を使って横から電気が来ない時だけオンになる仕組みを作っとけば、レーザーが当たってる時はオフになって、間に人間がいる時だけオンになりますね。そしてこれをさっきのプロペラに組み込んで、ここにレーザーを当てれば、うまいこと動いてるんだけど、待てよ。これ私がずっとここにいないと動かない感じ？これ当たり判定も結構シビアで、少し体の向きを変えたりするとセンサーからずれちゃうんだよね。なのでこれとさっき作った前回のリモコン用パネルを合わせれば、一度オンになればオフになるまでつきっぱなしってことができそうです。ただ自動でオンになるのに自動でオフにならないってのもなんか不便そうですね。ってなところで、次オートパワーオフ。平たく言うと電気を使い果たすまでオンになって、電気が尽きたらオフになる。基本的には前回のリモコンパネルそのものが電池が尽きたら自動的にオフにはなるんだけど、それだけだと電力がなくなって二度と動かなくなっちゃうんだよね。なのでそのオフを検知して自動で充電が走るようにしたいんだけど、どうすりゃいいんだっけ。何が難しいのかというと、電池が切れた時に充電用の回路をオンにしたいんだけど、その回路をオンにするための電源が必要でも電池が切れた時ってのが前提になるわけなので、こうなんか間違ってるような気もするんだけど、一応思った通りに動いてるっぽいので、これはこれで置いといて、ここまで作った機構を全部組み込んだ装置を作っていきます。このリモコンパネルはレーザーが当たった時にオンになるところを、さっきのレーザーセンサーを組み込んで、レーザーが当たらない時だけオンにしたいので、理屈ではさっきうまくいった仕組みを移植すればいいだけのはずなんだけど、判定のオンオフが逆になるので脳みそがバグる。とはいえこれで大丈夫なはず。レーザーを遮った時にオンになって、電池が尽きたらこっちの回線がオンになって充電ができてるっぽい。まあだいたい大丈夫そうだし、さらに減衰機構を追加します。これは単純に電池の出力を減らすためにループさせればいいだけなので、あれ？どこにループさせりゃいいんだっけ。単純に配線が多くなってるので頭がこんがらがっちゃうんだけど、パーツ単位ではそれぞれうまく動いてるものをガッチャンコするだけなので、落ち着いて作業すれば大して難しいわけではないですね。
はい、減衰機能付き自動停止センサーが完成しました。理屈自体はさっき個別に確認した部品をくっつけただけなんだけど、まあまあ複雑な機構になるので、ああでもないこうでもないってやり直してましたね。とにかくこんな感じで、私がセンサーを遮るとオンになって、減衰器で弱くなった電力でモーターが回って、電力を使い切ると充電用の回路からの給電が開始されます。動作確認の都合もあって手動のオフスイッチもつけてるんだけど、これはこれであった方が便利なので残しとこうかな。で、ちょっとね、細かい問題点があるのも分かったんだけど、その話は一遍置いといて、おおむねうまくいく感じにはなってるので、これをお家に取り付けていきます。今作った装置がレシーバーになるんだけど、これを玄関側に置くとして、反対側にレーザーを設置することになるかな。で、天井に配線とシーリングファン本体を取り付けたいんだけど、これ本体が壊れやすすぎてなかなか難しいな。しょうがないので一時的にウッドデッキの柵を外しときましょうか。ちなみにこれ上からのセンサーにしようかどうかは迷ったんだけど、上からだと点で感知することになるので当たり判定が難しくなりそうなんだよね。あと前回つけたライトと電源系統を統一するかどうかも悩んだんだけど、一旦シンプルなラッチ回路とセンサーのサンプルになってるので、それぞれ動作確認用の装置としてしばらくこのままにしとこうと思います。で、ちょっと通路のど真ん中ってのが微妙ではあるんだけど、まあしゃあなし。電源は床下に配線してあるので、こっから引いとけば大丈夫でしょう。これがトランスミッターの役割ですね。まあとにかく玄関側のレシーバーとつなげて、部品としてはさっき確認しといた通りなんだけど、これでシーリングファンが完成しました。ということでシーリングファンやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。この世界では暑さを感じることもないし、風を起こせるわけでもないので、実質飾り用の部品ではあるんだけど、それをベースに電気系統の技術をいろいろ試してみた感じですね。で、最後あたりでちょっと問題があることに気づいたんだけど、これフル充電されるまで充電が止まんないんだよね。実際のところ電池が1センチ分くらい充電されとけば十分で、フル充電されるとかなり長時間動いちゃうんだけど、充電量をコントロールする方法が思いつかなかったのと、正直これ何時間もうまくいかなくて疲れてたので、これはまた必要になった時に試してみようと思います。とにかくレーザーの基本的な動きは十分確認できたので、次は
実際に動くものを作ってみようかな。ということで、次回はリモコンカーやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。